テキラダジロンです。今回ね、日本最強の15人集めたら世界一トレース2 Day2 やっていきたいと思います。Day2 なんと38対41ということでね、強いですね。41点取られました。マジか。なんかね、別に、このクランね、初戦の成績とかそんなにいいわけじゃなかったんですけど、大爆発されまして、41点取られてしまいました。ちょっと、痛いっすね。残念ながらね、ちょっと勝利をすることができなかったというところですが、今日も早速やっていきたいと思います。で、やっていきましょう。レンさん、スケルトンインビジブルっぽいですね。スケイン部から入りそうですが、下から、まずはジャイウィズからのバルーンと、下準備から始まりました。大丈夫？キングにキングぶつけつつ、クイーンまで展開しちゃって、これ忘れてない？やってないこと、大丈夫かな？前回リプレイなんだよな、でもな、これな。まだね、ちょっと2日目はまだリプレイ全部見てないんで、初見の気持ちで見ていく形になるんですが。いやー、気づいた。対地クロスボウに殴られて気づいた。やべえ、俺やってないじゃんってことに気づきましたね。さあ、大丈夫か？これ間に合うのか？キング届いちゃうぞ。さあ、クランジョーの方が、間に合うのか？これは。間に合わない。最悪だ。忘れてましたね、完全に。忘れてはいたんですけど、ただスケルトンの方がターゲットを取ってくれて、援軍はギリギリ当たらない形になっている。対地クロスボウがね、壊れてなかったことで、ちょっとヒーローに対してターゲット入ってしまったので、キングとクイーンの方はね、ちょっと被弾入ってた形ですね。そして絶望ですね。ここから援軍当たっていくわけなんですけど、スケルトンの呪文でね、宝石のタゲとか拾ってもらってるんですが、タゲに関してはここで入れてしまう形になります。あ、上から始まってます。突撃艦添えてタウンホールケアをしていくと。うわー。地味にこういうところもね、戻ってった。ナイス。第一クロスボウから撃たれるところがね、ちょっと。うわー、クイーンそう入るんか。ただ、くじに関してはロイヤルチャンピオンのケアが入りましたね。さあ、裏のところ、3時の投石のところを中央貫通していく必要があります。さあ、ロイちゃん処理もできてなかったですね。さあ、ここでウォーデンは落ちていきつ。うわ、この対1クロスボウ折れなかったの相当きついな。これ、初手の突、じゃないや、スケイン部やってたら、かなり余裕だったと思いますね。これ、こんなにこんなにこのクロスボウに苦しめられるっていうと、援軍も捕まってたしね。いやー、ギリギリ間に合わなかったな、あの突。あれはね、ちょっとさすがに間に合わないですね。いやー、ただ全開まで持ってって、ナイスリカバリーだね、これはね。実質、なんか、形はやったけど、呪文使ってないのと同じようなバリューしか出なかったもんね。あ、そうだよな。グランジョーは壊したけど、援軍出た後だったし、まあ、クロスボウは1個だけ壊れたけど、ちょっとね、破壊したバージョンの伸びっていうのもちょっと見てみたくなるようなね、素晴らしいアタックでしたね。さあ、61天才星3、これはランチャーセットしてるというところですが、この辺のね、呪文もね、やっぱ無駄がなく最速ですね。キングをイーグルの、ここは大砲が外周部にあって、タゲも取れないっていうところですけれども、呪文をここに採用していきます。からここはウッドランチャー型で中央を突破させていくという形ですね。さあ、ゴブリンカットは間に合わなかったので内側入っていきます。間に合わなくてもなんかそっち行ってな、間に合ってもそっち行ってそうだな。ちょっと。金庫。さあ、ランチャーの方がちょっとターゲット、巨爆も入りつつ、さあ、キングの方は、ピストインするかな。これはもう行くしかないですね。こうなったら。で、援軍担当してもらって、クイーンの方もちょっと黒く出てますね。さあ、ジャイウィズカット。ロイちゃんはもう手元に残していく形になるのかな。さあ、このアイゴレ生かすならロイちゃん刺したいですね。そうですね。さあ、ポイズンの方もね、打ってはいたんですけど、ここはポイズン外れてますね。スーパーガーゴイル。イエティがまだタゲを引きつけてくれている。
ラバルの方もタウンホールの方から始めていきます。バカゴってマジでポイズン外れるよな。さあ、初手、タウンホールの方をレイジトームで突破しつつ、いいですね。インビジブルタワーが、絶妙。インビジブルタワーもなんかポイズンタワーかかってたぐらいの、ノロノロの発動でしたね。あとは呪文がないんですが、9時の投石を囲い込んでいくような形。投石に対してね、一つの角度から入っちゃうとバルーン落ちるだけなんですけど、こうやってね、いろんな角度から挟み込むことで、投石のケアをしていくというところで、バルーンも大量残して圧倒的全開ですね。よ。ホッサンもね、トツウィズラバールがなくなってから、天才ラバルに行き着くまでちょっと時間ありましたが、行き着いてからとんでもない安定感ですね。さあ、2日目も全開できましたよというところで、対策陣がね、なんか混じってて、できそうだったんで、ここにしましたと。まずは突撃艦で9時の上の方をカットしていきます。めちゃめちゃいいとこ落とせましたね、この突撃艦は。第1クロスボウじゃない方のクロスボウと投石を削りつつ、ロイヤルチャンピオンの処理までできればいいなっていうところで、今回レイジ採用したんですけど、できましたね。まあ、HP ちょっと残るぐらいなら全然いいなと思ってたんですけど。はい。で、ストライカーに撃たれない間にフリーズを打つっていうのがね、大事ですね。で、このレイジね、ポイズンとレイジ間違えまして、って。いいフリーズ打った後にこんな、ちょんぼり、とんでもないレイジを打ってしまった。ギリギリ、パピー処理の時のね、インビジブルってすごい難しいんですけど、タイミングが。引きつけすぎた結果ね、最悪です、もう。バックアドを無に返す、クローク発動です。皆さんは真似しないように。ギリギリまでね、溜めようとするとこうなっちゃうし、ラバが破裂する前にポイズン打っちゃってるんで、インビジブルはね、かけるのゆっくりしなきゃいけないところでしたね。なのでギリギリ攻めたらこうなったという。そもそものレイジの位置を強制すれば解決なんですが、クローク使ってしまってるので、しっかりここはタウンホールケアをね、クイーン見ていきつつ、キングでイーグル砲の横を切ってから、スーパーホグ展開、ストライカーも添えつつ、インビジブルって、なぜかロイちゃんが出てないというところ。トームに関してはね、貯めます。巨爆出ようが貯めます。3時まで貯めます。で、ストライカーを添えて、ここですね。ここでウォーデンもっと前行けよとか思いつつ、入ってくれていいタイミングで打つことができました。結構ね、キングに浮気することがあるんですよね、スーパーホグ編成、ウォーデンのタゲが。ここでトーム打ちたかったんでね、ここまで貯めていったというところでした。ウォールブレーカーもね、ここ奥つけて、黒くあった時にね、しっかり最終のケアもできつつ、外周部に膨らまないようにベビドラと対応して、見えづらかったと思うんですけど、イエティウィズをね、イエティホグをね、6時の方に刺してて、それがめちゃめちゃ今回うまかったかなっていうところですね。クイーンのサイドカットと、両面のクイーンのサイドカットですね。そうすると、空に反応する防衛施設がなくなるので、ベビドラ伸びるよねっていう理論でしたと。クラウス61天才。ちょっとね、クラウスに関しては、先月のね、グランリーグの入れ替え戦で、コマくんに負けちゃったんですけど、コマくんとのちょっと伝達ミスでね、もういると思ってたんですけど、いなくて、ちょっとね、参加今回できてないので、来月からっていう形だったので、ここはまたクラウスに参加していただいている形になります。天才一発手元に残しましたね。なるほど。ホッサンもクラウスも、ちょっと変わった天才ラバルで。ホッサン結構ランチャー対策されてきたからランチャーじゃない兵器を使うっていうことも増やしつつ、逆にね、クラウスの方はもう5-1でいいところ、6-1で打ってますね。たまたまですが今回は持ってきた一発余分だった6-1の1がね、真ん中マルチ IT を折ることにできましたね。予備で持ってくんならクエイクでいいからね。クエイクの方がダメージ高いんだから。普段のレジェンド編成を対戦に合わせたって形だと思いますが、どんどんと入りつつ。
タウンホールに綺麗に集まってきますね。フリーズかけてロイちゃんの方でそこを切ることができそう。さあ、レイジ一気のトーム。さあ、あとは残った2時3時ってところなんですけど、ここにスケルトンの呪文を置きつつ、3時の方はラバルパートスタート。トーム中のバルーンもしっかりこれは耐えることができて、貫通できてます。さあ、ストライカーしっかり溜めていって、ここから出していく。通りますね、これは。殴られてはいますが、防衛施設の破壊までしっかり待って、ラバハウンド来てくれたことで、なんとかこれは、投石の竹拾えるかな。ウォーデンもつくことで、パピー破裂からのウォーデンフィニッシュ、ガーソス。大一天才でこのウッドランシャー同じ形でもいいんですね。まあ、要はルート作れる天才ができればいいっていうことなんですよね。マルチインフェルノと第一クロスボがね、折れない配置に対しても結構天才ラバルが普通に使えてるっていうところはそういうところかな。さあ、ヒロヤさん、スーパーバーバリアン編成。さあ、逆サイド一気にラバーハウンドつけつつ、ラバルをスタート。こういったね、初手のラバルとかマジで大事ですね。さあ、ストライカーまで添えつつ、一気のトームをかけていきます。ここね、見やすいかかるポジショニングでフリーズかけていかないので、タウンホールまで見てるっていうよりは、手前で落ちてしまってもいいというか、目指してたのはここのようですね。スーパーアーチャー増やしていって、強い。イーグル砲もここから撃てるようになってきつつ、アイスゴレムをね、端に寄せていって、スーパーアーチャー凍らないようにしていきます。さあ、ラストインビジブルがここで入っていって、投石も折れそうですね。かなり削ることができました。よ。そしてまだ貫通をしていく。アーチャーターンのタゲもなんか内側で取ってるからクイーンが打たれないですね、これ。伸びる伸びる。ウォーデン下来て合流できそうですね。エレクトロタイタンを盾にタウンホールの方をクイーンで追っていくような形ですかね。かつ外周流してキングをやってくんじゃないかな。ゴールブレーカー入れて、内側入っても大丈夫なケアをしていきましたね。さあ、アイゴレからの確かにスーパーバーバリアンでカットもできるのか。その方がいいですね、確かに。スーパーバーバリアン編成だからできる形ですね。キングに対しては見習いウォーデンをつけていくんですが、ちょっとこれクイーンが呪文ないので、この辺のタゲ管理大事ですよ。イクロク、これで間に合いそうかな。さあ、キングの方はちょっとこのテスラがね、ずっと鬱陶しかったますね。さあ、アイゴレそれてスーパーバーバリアン。最低でクイーン処理してくれればいいんでね。さあ、ジャイからのバーバリアンも、サージカルホグのように、どんどんバーバリアン投げていきますね。さあ、3時の方も合わせてつけていってっていう形になると思うんですが。来ました。大工は残してブーメランに任せて、3時スタートでタゲを取りつつっていう形になるのかな。大工、裏から囲いに行きましたね、もう。こうなると。サロイちゃんブーメラン合わせていって、クロスボウ集合。GG。うまい。ガーサス。さあ、カズマくん。カズマくんもね、なんとね、ボツアチャやってるんですよ。食い火やってないんですよ。ちょっとびっくりしたんですけど。3時ラバハウンドからのゴーデンつけていって、ホーミング2個拾いつつ。さあ、ここから突撃完成っていきます。今のとかでバルーン3体、なんかバルーン3体とかでつくのにラバゴレとかつかない、つきづらくするみたいなのが言ってたな。つくときあるけど。ゴーデンラバハウンドについて対空砲とか殴ってくれればね。さあ、ここはウォールブレーカー付きのスーパーアーチャー届けていって、タウンホールプラスで戻ってきてモノリスだったりマルチインフェルノだったり、かなりいいとことしてますね。食い火のイメージがね、やっぱ強いんですけど、食い火以外もね、対戦ではそこそこ。ドラゴン系のイメージも結構強いんだけどな。
ギガホグとかもね、結構多いですよ。さあ、だいぶ中心部削っていって、ここからヒーローパートスタートしていきます。ウォーデンも伸びてますね。結構ね、なんか突撃艦のウォーデン、陸でも良くないですかっていうこと多いですけど、統計っていうかなんか、やっていくと結構空ウォーデンの方が伸びることが多いですよね。なんか理論的に空より陸の方が強いこと多そうで、合流できそうとか考える人もいるみたいなんだけど、ポジショニングによってはやっぱこうやってね、合流になって全然できないから、まあ使い方によってはね、空と陸、空の方が伸びることが多いし、まあ大体ウォーデン使い捨てなんで、生き残ったウォーデンをね、プランニングに入れてる人っていないと思うので、まあ入れるのはかなりリスキーかなっていう感じなので、まあ無難に空で回して、まあよっぽどな理由があるときに陸に変えればいいんじゃないかなっていうのが意見の一つですね。さあここはマルチ IT のところまでしっかり届けていきつつ、まあキング処理もやっちゃって、ヒーローパート爆伸びですね。ダブルパートもスーパーアーチャー。使って呪文がね、ないところでも成立するルートでダブルパートを組めているところで圧倒的全開。カズマくんも多彩ですね。バーサス。まあ、レジェンドリーグ多分これで回してるんじゃないかな。さあ、デッサン61天才のクイヒーのスーパーホグ。デッサンも2戦連発ですね。さあ、クイヒーやっていって、前回もね、61天才だったんですが、今回も61天才内側入れてっていいとこですね。クロスマルチを追っておでん像まで降りていって、まあ、タウンホール反対サイドをクイヒーで担当してっていう形かな。今回もそのやり方だと、クラッシュチャンプスのように、スーパーホグ部隊に突撃艦混ぜて、ダウンケアをする形になりそうかな。まあ、突撃のバリューがね、結構美味しそうですね。内側入って対地とかになるかな。まあ、どっちにしようかな。サイドカットはここからベビードラをつけていきます。いいですね、ホーミングチェックバレー。角度変えて6時真下も見たいかなって感じはあるけど。まあ、十分かな。ただ援軍に関しては空に反応するものだけが出てきた感じですね。ちょっとここストライカー1回タゲを取られつつ。ナイス。ワンチャンホグ刺しちゃうのとかもありだったかもしれないですね。ここからウォールブレーカーを多分ボムターンのとこにつけていくような流れでやってきますね。いると。ここから、しょうがないレイジを犯されつつ、キングを9時にして3時、そうですね。やはりそうでしたね。スーパーホグからの突撃艦合わせて一気の初手トーム。強い。で、残った3時とかにもしっかりホグ当ててあげて、サイドカットもやりつつ、タウンホール届いて、突イエティ、しっかりタウンホールケアからの、オッケーオッケー。ちょっと一瞬不穏でしたが、ミニエティの方が入ってくれました。で、反対サイド9時にキング展開してますね。ジャイビズ入れつつ、しっかりこっちも見えてるストライカーさして。中心部通ったところフリーズかけてロイちゃん突破。ちょっとシングルインフェルノまでは降りきれなかったですね。さあ、トルネでくるくるして巻き込まれていってロイちゃんブーメランかましていきつつ、残ったところをホグで、通常ホグで刈り取っていきます。クイーンの方はね、余力あるところしっかりできているので、ブロック残って壁殴りつつ、9時のキングの方をしっかり投石のところまで伸ばしていく。シングルインフレのところはホグライダーが間に合いまして、前回はラバルだったんだけど、今回はホグっていうところでね、配置を合わせてラバルよりもホグの方が合いそうだということで、ホグを採用しているところですかね。ナイス全開。でよ、シングルインフェルノっていうところで、ホグの数押しっていうところは刺さりやすいしね。さあ、本日ラストリプレイになります。リュウタくん、スケルトンインビジブルですね。さあ、中心部、マルチインフェルノとクランジョーのところをやっていきつつ、ランチャーからボマーに切り替えましたね。結構食い火のイメージがあるんですけど、ここはラバルを採用してきましたと。このベビードラマジで美味しい。さあ、スーパーウィザードじゃないや、パリピーウィズも当てつつ、ストライカーと一緒に。
このパリピビーズがマジで強いからね。火力高すぎ。速い。サイドカットも速いし。クロス打たれちゃった。まあ、よくある形なんですけど、突撃艦を使わないでタウンホールケアをしていくような形ですね。大体この辺にマルチインフェルノとかあって、そこに突撃艦さして、キングをタウンホールの方に誘導することが多いんですけど、ヒーローパートの使い方は全く同じで、突撃艦を投げる必要がないので、今回はこういうやり方ですね。キング強い。トルネ来ちゃった。ここにボマー刺すのか普通のバルーンかどっちだ。ロイちゃんだ。下から行くんだ。てっきり上からかと思った。さあ、ここから、バルーンを下から細い面で進めていきます。ってなると、ボマーは、そうですね、投石付近に投げていく形になるかなっていうところで、サイドカット入れつつ、ここで一気のトームをかけて、ヘイストまで合わせていきます。モノリスの付近が非常に物騒ですね。治安悪いな、あそこ。フリーズはまだ手元に4枚ありますね。フリーズ固めつつ、ロイちゃん中央突破。さあ、まだフリーズが3つあります。ヘイストかけつつ、まあ、9時にフリーズバルーンを刺していくのもありかな。まあ、合わせて、待つ必要も。待ってば別にいいんで、時間あるなら。さあ、ここから出てきて、クロスのケアもできそうですね。バルーンの数は足りてそう。しかもこれ地味にディギーが混じってるんで、防衛施設も止めてくれるというね。ここはフリーズ対空砲にかけていきつつ、ディギーも入っていって、GG と、あとは数押しですね。ナイス旋回。結構天才も多い中ね、スケルトンインビジブル採用でしたね。ナイス旋回。ガーサス。はい、というわけでね、38対41ということでね、ちょっと強い相手でしたね。ここスカ取られてしまいましたが、なんとか、8前回とはね、そこそこ重ねて、まだワンチャンある形にはなってるかな。どうでしょうかわからない。他のクラン活躍次第みたいなところになってますね。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。さよなら。